ンディーっていうのがどういうことかっていうと、予算があるとかそういうことじゃなくて、やっぱりムーン作ってた時の自分たちの魂ってすごく自由で、好きに作ってやるっていうそういう気持ちで溢れてたので、ある意味そういう意味ではインディー的だったとも言える。ムーンを作ってた頃のそのチームっていうのはみんな元スクエアだったりとか元コナミのメンバーだったりとかして、でみんなで一緒に作るわけだけども、面白かったなと思うのは、実はアドリブというのは変だけども、みんなそれぞれが好きなことをいきなりやってエイヤーで作ったみたいなところがあって、音楽のバンド的だなと今から思えば思うんだけど、だから使用書とかなかったし、簡単なテキストとかは書いたけども、もう喋ってこうしようって言ったらいきなりみんなが作り始めると、なので出てきたものがちょっと自分の思ってるものとずれててもそれを使ってどうにかしてしまうみたいな感じで作ってたので、すごく今から思うとラフで野蛮な作り方だったと思う。スクエアにいたメンバーはみんな多分そうだと思うんだけど、やっぱりドラゴンクエストとかファイナルファンタジーに対してのリスペクトもすごいあって、すごい大好きだった、と同時に、自分たちがそのドラゴンクエストとかファイナルファンタジー遊んでる時にこれ何なんだろうなって不思議に感じてること、勇者が例えば部屋に入っていって引き出し開けてなんか物を調べちゃうみたいな感じとかも、こんな人いたら失礼だなと、泥棒じゃないかっていう話で、こういうのをなんか喋ったりはしてましたよね。でこれって別に僕らだけじゃなくて、多分当時生きてたゲーム開発者とか、もしくはドラゴンクエストが好きな人だったら全員、思ってはいたと思うんですけど、そういうバックグラウンドの中、僕らはたまたまちょっとだけ創作する意欲があったので作りましたけどっていう。僕は正直者なんで言いますけども、ムーンっていうのはパーフェクトなゲームじゃなくて、とても荒いゲームで、歩いてるだけで死んでしまうし、そんなに全てが全て素晴らしいとは僕はあんまり思わないんだけども、ただ僕が今回のムーンの移植の仕事をしている中で、昔の自分たちの出来事、どんな風にこの演出はできたんだっけなとか、どんな風にこういう物語が作られたんだっけなってことを思い出すたびに、僕はムーンに対してもリスペクトがすごく出てて、昔自分がムーン作った直後っていうのはムーンじゃない何かを自分が作って乗り越えてやろうみたいな気合みたいなのがあって、それは、つまりコンプレックスの裏返しなわけだけども、ずっとそういう気持ちってあるんだけど、今回なんかふとムーンを遊んだ時に、これが世の中にもう一回遊ばれてもいいんじゃないかなって思い始める時期があってね。僕こんなにたくさんの人が反応してくれるとは思ってなくて、海外の認知度がこんなにあったのかと思って今僕はちょっと驚いていて、でたくさんの人がなんだろう、アンダーテールではないけどもすごく期待してくれている。それに対しての僕の答えは、いやいや待ってと、遊ぶ時は要注意で、よっぽど自分の忍耐があると思ってる人が遊んでくださいと、その気楽にパッと買っちゃうとしんどいかもよっていう正直に言うとこういう感じ、でもありがとうねって言いたい、みんなに。海外でやっぱりもしムーンが知れ渡ってくれると嬉しいし、あとムーン遊んだ人がオニオンゲームス自体に興味を持ってて他のオニオンゲームスのゲームを遊んでくれたらすごいいいじゃないですか。だからいい機会だなと思って。ム
昔の自分も今の自分も同じだなって思うところが山ほどあって、90% 方多分僕が今同じムーンの現場にいたら同じことを書くだろうなで同じことをやるだろうなって思うことばっかりなんだけど、やっぱり今の自分の方が、プレイヤーに優しいかなと思うなんかでもそれでもさ、最近出してる僕のゲームってやっぱり難しいのは難しいので、なんか今の自分も昔の自分もなかなかの難易度のゲームが好きで、どうも簡単なゲームを出す気がないんだなっていうどんなジャンルのゲームを作りたいかってよく聞かれるんですよね。その場合は RPG を作りたいと答える。でも本当に作りたい RPG が出るまで僕は多分 RPG を作らないし、焦って RPG 作ったらだってムーンと比べられちゃうじゃんだから嫌だなと思ってるし、作りたいゲームも山ほどあって、作ったことのないゲームのジャンルも山ほどあって、多分僕は物語が表現できるんだったら、それがパズルでもシューティングでもアドベンチャーでもロールプレイングゲームでも何でもいいと思う。だからフィットする、次の自分たちにフィットするゲームを思いついて、またみんなでわーって作るっていうのを、もう一回ワンモアやりたいなと思います。